今回は UFC 史上最高の天才ジョン・ジョーンズの紹介後編をお送りします。前編中編は先日アップされておりますので、まだご覧になられてない方はご覧ください。因縁の相手ダニエル・コーミエとの2度目の対戦で TKO 勝ちし UFC ライトヘビー級王座奪還に成功。しかし前日計量後のウサダのドーピング検査に引っかかり、ノーコンテスト、王座剥奪、15ヶ月間の出場停止処分を下されたジョーンズ。コーミエ戦から1年5ヶ月の月日が流れ、処分明けの2018年12月 UFC ライトヘビー級王座決定戦としてランキング2位のアレクサンダー・グスタフソンとの再戦が決定しました。ジョーンズの謹慎期間中 UFC ライトヘビー級王者だったダニエル・コーミエは1階級上のヘビー級に階級を上げ、ヘビー級絶対王者スティーペ・ミオシッチと対戦。1ラウンド TKO 勝ちを収め、コーミエは UFC2 階級制覇を達成。コーミエはヘビー級に専念するためライトヘビー級のベルトが返上され、ジョーンズとグスタフソンで新王者を決めることになりました。ジョン・ジョーンズとアレクサンダー・グスタフソンは5年半ぶりの再戦。前回はオッズがジョーンズ 1.11 倍、グスタフソン7倍のミスマッチと言えるほどの大差のオッズがついておりました。結果的にはジョーンズが判定勝ちしたものの、ジョーンズをキャリアで最も苦しめ、ジョーンズは MMA キャリア初のテイクダウンを奪われ、2013年のファイトオブザイヤーにも選ばれておりました。しかし今回もジョーンズの試合が行われるまで一筋縄ではいきませんでした。そもそもジョーンズ対グスタフソン戦が行われる UFC230 にはネバダ州ラスベガスの T モバイルアリーナで開催が決定しておりました。しかし開催6日前にカリフォルニア州ロサンゼルスのザ・フォーラムに会場を変更すると異例の発表。その理由は今月初めに行われたジョーンズの薬物検査で微量ではあるものの、前回の出場停止処分の原因となったステロイド成分の痕跡を発見。ウサダは新たに摂取したものではなく、2017年7月にドーピング失格になった時からジョーンズの体内に残留していた同じ物質であり、ごく微量であるため運動パフォーマンスの強化にはつながらないと判断し、制裁は課さないと発表。ただしラスベガスで開催されるにはネバダ州アスレチックコミッションがライセンスを発行しなければならないのですが、ネバダ州アスレチックコミッションの職員がクリスマス休暇に入っており、ジョーンズに対する十分な聴取及び調査を行えないため UFC はネバダ州ラスベガスでの開催を断念。そのためジョーンズはカリフォルニア州コミッションによる抜き打ちドーピング検査を受け合格し、カリフォルニア州コミッションからライセンスの発行を受けることができたことから、大会開催地がカリフォルニア州に変更されることになりました。ジョン・ジョーンズはインスタグラムで、みんな調子はどうだい、みんなのジョン・ジョーンズだ、一連の出来事についてファンのみんなに謝罪する時間が欲しかった、この状況は完全に不可抗力だ、それでもみんなにお詫びをする、多くの人たちが巻き添えを食らったことは理解している、スウェーデンとかブラジルとかいろんなところから来ているファイターがいる、みんなフラストレーションを感じていると思う、とんでもない日だった、俺はできる限りのことをするつもりだ、ただ俺は何も間違ったことはしていないことを約束する、みんなには申し訳ないと思っているけどね、まあそんなところだ、これから少し寝るよとコメントしておりました。ラスベガスとロサンゼルスは日本でいうと東京大阪間よりもやや近い程度の距離のようです。チケットもすでに完売しており、ゲート収入は約600万ドルの売り上げを見込んでいたそうでしたが、払い戻し。ジョーンズの試合を何としてでも成立させるために UFC は動き、開催6日前土壇場での開催地変更はクレイジーすぎでした。ちなみにジョーンズはラスベガスを離れることになったことに対してファンへの謝罪としてホテルでサイン会を行ったことをインスタグラム上でアップしておりました。試合は1度目の試合とは打って変わって序盤からジョーンズがスタンドの攻防で優位に立ち、3ラウンド序盤にテイクダウンを奪い、バックマウントの体勢からパウンドで KO 勝ち。ジョーンズは UFC 新ライトヘビー級王座再獲得に成功しました。試合後ジョーンズは MMA の最高のチームの一員としてチームの努力やハードワーク、献身には本当に感謝している。ずっともう一度チャンピオンになることを目指してきたし、相手がどうじゃなく個人がどうとかでもない、ベルトを取れて本当に嬉しいと話しました。試合が行われるまでたびたび何かが起こるジョーンズですが、ジョーンズの強さは圧倒的でした。2019年3月初の防衛戦としてランキング3位のアンソニー・スミスとの対戦が決定しました。アンソニー・スミスは当時 MMA 戦績31勝13敗、31勝中29勝をフィニッシュで勝利しているフィニッシャー。かつてはミドル級を主戦場としておりましたが、ライトヘビー級に階級を上げると元王者ラシャド・エヴァンスに秒殺 KO 勝ち、さらに1ヶ月半のインターバルで同じく元王者のマウリチオ将軍に KO 勝ち、3ヶ月後には前タイトル挑戦者のボルカン・オーズデミアに一本勝ちと、ライトヘビー級転向後5ヶ月で3勝を挙げタイトル挑戦権を手にしておりました。
試合前ジョーンズは、私はアンソニー・スミス戦をとても真剣に考えている。彼は40試合を戦っている。私が経験した試合の2倍だ。誰かと戦う時には十分に賢く、計画を練り、練習を行い、相手のことを真剣に考えなければ、試合に勝つことを期待してはいけない。MMA の歴史において誰が最高の選手なのか、現時点で誰がホットな選手なのかについては常に議論があるように感じている。しかし私は MMA ファンの多くが選手たちの功績をすぐに忘れてしまうような気もするんだ。例えばアンデルソン・シルバーはもうすでに史上最高の選手としての議論には加わっていない。ジョゼ・アルドも数年間の間にたくさんの選手が任されてきた。彼らは私たちのスポーツで多くのことを成し遂げてきたのに、たった一つの敗北のせいで今や彼らはもうベストではなくなっているんだ。だから私は全ての試合で勝つためにベストな準備をしなければならないんだ。アメリカにいる人たちは復活ストーリーが大好きなんだ。彼らはアスリートを褒めたたえ、人気者にした後に凋落していくのを見て楽しんでいる。しかし多くの人たちはそうなった後に登ってくるのも見て楽しんでいるんだ。それを分かっているから私の目標は再び復活して人々に素晴らしい復活ストーリーを見せることだよと話しました。試合はジョーンズが終始圧倒。4ラウンドに反則である相手が片手をついた状態での顔面への膝蹴りを放ってしまい2ポイント減点されるものの終始優勢に立ち続け判定勝ち。ジョーンズは王座初防衛に成功しました。試合後ジョーンズは MMA は簡単なスポーツではない。驚異的なパフォーマンスができる日もあれば全くうまくいかない日もある。アンソニー・スミスには驚かされた。唾液を垂れながら話しかけてくる選手は今までいなかったし、何よりターミネーターのようにタフな男だった。彼のキャリアも本当に素晴らしいと思う。ここまで多くの逆境を乗り越えてきているし、俺も見習わないといけない男の一人だ。これからも精進するために作戦を練っていく。俺が戦えている理由はみんなにあると話しました。2019年7月、2度目の防衛戦としてランキング2位のチアゴ・サントスとの対戦が決定しました。チアゴ・サントスは当時 MMA 戦績21勝6敗。21勝中15勝が KO 勝ちしており、一発 KO の破壊力を持つストライカー。ミドル級を戦場としておりましたが、ライトヘビー級転向後覚醒。エリック・アンダース、ジミー・マヌはヤンブラホビッチ相手に3試合連続 KO 勝利を挙げ、今回挑戦権を獲得しております。試合前ジョーンズは、俺はまだこの先10年トップでやれると思っている。いろいろな経験を積んできたけれど、未だに初心者のような感覚もあるんだ。学ぶことはまだたくさんある。だから自分の今後にワクワクしている。自分がゴートであることを証明していくことが大事なんだ。俺の試合を楽しんでくれるファンに、今年は最低でも3ヶ月に1回は試合をお見せすることを目標にしている。自分のようにイメージの悪い選手のファンでいてくれるというのは、おそらく大変なことなんじゃないかと思う。欠場中にも応援してくれた皆さんに対する、これが自分なりの感謝の表現なんだ。ファンの皆さんには最高の試合をプレゼントしたい。俺の T シャツを着てバーで飲んでいる人が、言っただろと自慢できるような試合をね、と話しました。試合はリーチを生かし、遠い距離からの唾液を入れるリスクを避けた戦いぶりで、かつてのジョーンズらしさは見せられなかったものの、2対1スプリットの判定勝ち。ジョーンズは2度目の王座防衛に成功しましたが、キャリア初のスプリット判定での勝利となりました。試合後ジョーンズは、タフな試合だった。みんな判定でがっかりしたかもしれないけど、チアゴが勝つかもしれない接戦だったから賢く戦う必要があった。とてもハイレベルなチェスゲームをやっていたんだ。チアゴ・サントスはムエタイで黒帯を持っている。自分よりはるかに長くキックボクシングをやっている相手と立ち続けたんだから自分を誇りに思うよ。ムエタイの黒帯とキックボクシングをするならテイクダウンを取りに行くために頭を下げるべきじゃない。彼には穴をつかれたけど次はもうない。家族とチームのためにこのベルトを持ち帰ると話しました。ちなみに試合中にジョーンズはローキックをもらいすねを負傷。サントスは関節蹴りをもらい膝を負傷しており、試合後両者は車椅子を必要とするほどに足に負傷を負っておりました。2020年2月、3度目の防衛戦として当時ランキング4位のドミニク・レイエスとの対戦が決定しました。ドミニク・レイエスは当時 MMA 戦績12勝無敗。USC 参戦後6連勝、うち4試合がフィニッシュ勝利とライトヘビー級で最も勢いのあるストライカー。前線ではライトヘビー級に階級を上げてきた元 UFC ミドル級王者クリス・ワイドマンから TKO 勝ちしており、今回ジョーンズへの挑戦権を獲得しておりました。試合前ジョーンズは対戦相手としてドミニク・レイエスのことは好きだよ。何がいいかってそれは無敗であること。負け知らずの人間が僕の前に現れるのは楽しみだ。そんな彼に初めての敗北を味わわせるのって最高じゃないか。若い頃の僕は自信過剰だったから攻めすぎて負けかけたこともある。今は全ての試合をシリアスに考えている。
みんな僕の対戦相手が僕と戦うまでどれだけのパフォーマンスをしていたのかを忘れてしまうんだ。ドミニクはこれまでの試合でずっと喝采を受けてきたけど、この試合の後にはまだまだだったなって言われるだろうと話しました。試合はフルラウンドにわたる接戦を繰り広げ、手数ではレイエスが勝っていたものの5ラウンド判定勝ち。ジョーンズは3度目の王座防衛に成功し、これまで1位タイ13勝で並んでいたジョルジュ・サンピエールを抜いて USC 史上最多タイトルマッチ勝利記録14勝を更新しました。試合後ジョーンズはずっと勝っている確信のないまま戦っていた。諦めたり失速するわけにはいかないと決意していた。セコンドのグレッグ・ジャクソンからジョン第5ラウンドを取らないと勝ちにならないぞと言われた。俺はノープロブレムだ、やってやるよ、あなたのためにもね、全力を尽くす、あと5分だと言った。ドミニクは全てのツールを持っていた。忍耐力もあった。チャンピオンには特別な何かが起きる。第5ラウンドがまさにそうだった。しかし一番タフな挑戦を受け入れるのが俺の仕事、それがチャンピオンだと話しました。復帰してからのジョーンズは以前の怪物ぶりがややなくなり、リスクを避けた安全運転での勝利が多くなっておりますが、タイトルマッチまで勝ち上がってきた数々の挑戦者相手に14勝も挙げているジョーンズは怪物としか言いようがありません。ドミニク・レイエス戦から1ヶ月後の2020年3月、ジョーンズはアルバカーキ市内にて飲酒運転、自賠責保険証明書の不携帯、銃器の過失使用の罪で逮捕されました。午前1時過ぎにアルバカーキ市内にて発砲事件があり、駐車中の車の運転席に乗っていたジョーンズに警官が何か事情を知っているのか尋問されたものの否定したそうですが、車中には拳銃と半分からの酒瓶があったそうです。その後アルコール検査が行われ、州の法定制限の倍の血中アルコール濃度が検出されたことにより逮捕。処分として4日間の自宅軟禁、1年間の保護観察、最低90日間の外来治療、48時間の社会奉仕活動への参加を命じられております。ジョーンズはまたしてもネガティブな見出しとなってしまったことにどれほど失望しているかを述べたいと思う。私が最も大切にしている人たちである家族、友人、ファンを失望させてしまった。今回の件から早く気持ちを切り替えられることをとても楽しみにしている。体調に気をつけて引き続き応援をよろしくお願いしますとコメントしました。そして2020年8月、ジョーンズは USC ライトヘビー級王座の返上を発表するとともに USC ヘビー級転向を発表しました。ヘビー級転向についてジョーンズは、ライトヘビー級は面白かったが誰も怖くなくなったんだ。そしてそれがここ最近の自分のパフォーマンスにも現れていたと思う。もちろんハードなトレーニングは続けていた。でも最後の試合では緊張感がなくなっていたんだ。ライトヘビー級でのキャリアは素晴らしいものだったと思っている。私ははるかに偉大なライトヘビー級選手だ。単に体重が増えたからといって生まれつき大きな体の奴らに対抗できるとは限らない。時間をかけて自分に合った体、新しいスピードやリズムを見つけなければならない。だからしっかり準備をする。そして試合に臨むんだ。最近ではビッグマネーがもらえる試合を狙っている。そしてヘビー級タイトルを獲得することが私ができることであり、それこそ自分がやるべきことだと話しました。2020年11月、ジョーンズはインスタグラムを更新し、自宅に強盗が侵入したことを公表。ジョーンズがショットガンを持って犯人を追いかけている映像がアップされておりました。2021年9月、USC 殿堂入りの授与式が行われました。ジョーンズは2013年9月に行われたジョン・ジョーンズ対アレクサンダー・グスタフソンのライトヘビー級タイトルマッチがファイト部門で殿堂入りしたことで授与式に参加。久々のメディアの前に登場したジョーンズは様々な人たちから祝福されました。ジョーンズは目標はヘビー級の選手の中で最も技術的に優れ、最もコンディションが良く、最も強い選手になることだ。もし今日の俺の姿に感心する人がいたら、復帰した時の俺の姿を見るのが待ち遠しいだろう。以前は試合の約10週間前からトレーニングを始めていた。その期間に体脂肪を落とし、カーディオトレーニングを行い、スキルを高めようとしていた。今はキャリアで初めて一貫してトレーニングを行っている。今は以前よりもいい体型になっていると感じている。よく眠れて、よく食べて、お酒の量も減った。とてもいい感じだよ、と話しました。しかし USC 殿堂入り授与式に出席した数時間後、ネバダ州ラスベガスのホテルにて婚約者の髪を引っ張るなどした家庭内暴力、また警察から拘束された際に抵抗し、パトカーのボンネットに頭突きをし、ボンネットをへこませた車両破壊の罪で逮捕されました。現地時間 AM5 時にホテルの部屋で鼻と口から出血している女性とプロ MMA 選手の男性が関わる家庭内暴力が発生したとしてホテルから警察に通報があったそうです。これはジョーンズの婚約者であり3人の子供の母親でもある女性がロビーに降りてきて別の部屋の鍵を求めたそうです。
ホテルの担当者は女性が出血していることを確認すると、女性は泣き出して部屋に戻るのが怖いと伝え、子供が警察を呼んでほしいとセキュリティ担当者に頼んだそうです。そして警察がホテルに到着し、近くを歩いていたジョーンズを見つけて逮捕。しかしジョーンズは身柄を拘束される際に抵抗し、パトカーのボンネットを頭でへこませて塗装の一部を剥がしたそうです。警察はその後、ジョーンズの婚約者に話を聞いたところ、ジョーンズは USC 殿堂入り授与式から帰宅後、友人たちと外出し、部屋に戻ってきたら不機嫌だったそうで、婚約者と口論になったそうです。その後、ジョーンズは$16,000を支払い保釈され、処分として今後一切のトラブルを起こさないという条件に加えて、アンガーマネージメントのカウンセリング$750の罰金を命じられました。また、この事件で2009年から所属し続けたジャクソンウィンク MMA への出入りを禁止されてしまいました。ジョン・ジョーンズはインスタグラムのストーリーで、俺はアルコールを摂取するにはあまりにも多くのトラウマを抱えており、単純に脳が処理できない。アルコールは永遠に過去のものにする。今こそこれまで以上に努力する時だ。すぐに自分を取り戻すと、今までの行いから説得力が全くないコメントをしておりました。この件に対し USC 代表デイナ・ホワイトは、なんというか、もう驚いてもいない。我々が彼をラスベガスに連れてくる時点で大体予想されていたことだ。この街はジョン・ジョーンズにとって良くない。殿堂入りのためにラスベガスに着いてから12時間も入れなかったわけだ。問題だよ。彼には悪魔が取り付いている。たくさんの悪魔が。もう本当に驚いていない。ああ、彼はラスベガスに来てるんだ。今度は何をやらかすんだ。といった感じだ。彼が更生してくれることを願っているが、そうはならない。彼がラスベガスに来るたびに対応できてないことを証明している。と話しました。ジョーンズは2020年2月のドミニク・レイエス戦以来、現在まで試合をしておりません。現在はヘビー級転向初戦に向け USC2 階級王者ヘンリー・セフードを育てたエリック・アルバラシン率いるファイトレディで練習を重ねているそうです。現在の USC ヘビー級王者はザ・プレデターフランシス・ガヌー。今までの MMA の歴史の中でも群を抜いて驚異的な破壊力を持つとんでもないストライカーです。 UFC 参戦後、とてつもない強さでタイトルマッチにたどり着くも王座獲得には失敗。しかしその後覚醒し、当時ランキング3位のカーティス・ブレイズに45秒 TKO 勝ち、元ヘビー級王者ケイン・ベラスケスに26秒 KO 勝ち、元ヘビー級王者ジュニオールド・スタントスに71秒 TKO 勝ち、当時 UFC4 連続 KO 中のジャルジーニョ・ホーゼンストライクに20秒 KO 勝ちと4連勝でタイトルマッチ挑戦権を獲得。2021年3月、ヘビー級絶対王者スティーペ・ミオシッチと対戦し、今まで見せてこなかったフルパワーを駆使したレスリング力を見せ、最後は2ラウンド KO 勝ち。人類最強の称号 USC ヘビー級王者に輝いております。2022年1月、初の防衛戦として MMA 戦績10勝無敗の暫定王者シリル・ガーノと対戦。元キックボクサーであるシリル・ガーノの唾液に苦戦したものの、3ラウンドからはテイクダウンを狙う戦術に切り替え5ラウンド判定勝ち。ガヌーは MMA ファイターとしての新たな一面を見せ、王座の初防衛に成功しております。試合後のインタビューで、試合の3週間前に膝の内側側副靭帯を完全断裂、内側室外大腿靭帯を断裂、前十字靭帯を損傷と診断を受け、医者から説得され欠場寸前だったことを告白。ガヌーのマネージャーによると、ガヌーは3月に手術を受け、復帰まで9から10ヶ月はかかると発言しております。ジョーンズは、俺が最も望んでいるのはタイトル戦だ。タイトル戦になればビッグマッチになると思う。もしヘビー級でフランシス・ガヌーよりもビッグなスターがいれば、タイトルを持っていなくてもその選手を狙うだろう。でもヘビー級ではフランシス・ガヌーが最大のスターだと思う。それに彼はタイトルを保持している。彼と戦うことが俺の望みだ。新たに雇ったボクシングプロモーターのリチャード・シェーファーをアドバイザーとして雇ったことは、これまでで最もいい決断の一つだった。ヘビー級転向表明後、金銭面で納得していなかった。俺がツイッターでデイナを攻撃して感情をぶちまけるのではなく、シェーファーが最も重要なことを突き詰めて、必要な人に話をしてくれるようになったんだ。デイナは次の試合での増額を保証してくれた。そのことにとてもワクワクしている。ペーパービューがベースになると思うから、稼ぐために働かなければならないし、試合でアピールしなければならない。それはこれまで俺が苦手としてきたことだと思う。マクレガーのような選手は、とにかくトラッシュトークばかりしている。彼はそれがとてもうまいし、自分を織り込むのがうまいんだ。一方で俺は常に勝つことに集中してきた。ヘビー級になって復帰したら、もっとペーパービューをさらに売れるようにしたいと思っている、と話しておりました。ジョーンズは昨年のインタビューでヘビー級転向初戦に関して2022年内を目指すと話しておりました。
ガヌーも兼ねてからジョーンズとの対戦を望んでおり、ジョーンズのヘビー級転向初戦がいきなり UFC ヘビー級タイトルマッチ、しかも現人類最強フランシス・ガヌーとのビッグマッチが実現するとなると、世界の格闘技ファンは注目せざるを得ません。何度も問題を起こしてきましたが、 UFC 史上最多タイトルマッチ勝利記録14勝を保持し、 UFC ライトヘビー級の歴代王者トップコンテンダーを一掃してきたジョン・ジョーンズ。 UFC 史上最高の天才が UFC ヘビー級王座を獲得し、 UFC2 階級制覇、様々な偉業達成の更新、そして二度と不祥事を起こさないことを願っております。以上です。 UFC ファイターズ間シリーズ17人目はジョン・ジョーンズを紹介しました。今後も各階級の王者、トップランカーなど紹介していきたいと思っております。いいね評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。